そこで待っていたまえ。はい。で、現在の障害は？耳と目来ている。使用の場所から行って患部を全部切除しても聴覚の方が難しいな。しかしそれだけで済めば安いもんだ。ここで聞いた話は外では黙っていたまえ。いいね。대학병원 인턴으로 수련 중인 히모토 하루오. 그는 지도교수 미야지 교수를 찾아갔다 자신이 맡고 있는 환자의 상태를 우연히 엿듣게 됩니다. 수술 후 청각을 잃게 된 가능성을 알고 있으면서도 아무렇지 않게 수술을 진행하는 미야지 교수의 태도. 하루오는 그 냉정한 모습에 깊은 회의와 분노를 느낍니다. 最もよくされるのは聴覚神経の障害である。日本さん。 교수의 심부름을 위해 병원을 나선 하루오. 私よ。 고등학교 동창 이자와 에이코와 우연히 마주칩니다. おい、伊沢君か。え？私この地下のバーバーでマニキュアしてんのよ。学校で一緒だった人に会った？やってないよ。私もよ。エイコ。お客ですか？そうだよ。純ちゃんいないの？あの人の番よ。 건물 지하의 남성 전용 미용실에서 일하고 있다는 그녀는 가게 전화번호가 적힌 명함 한 장을 건네고는 급히 사라집니다. 電話ちょうだい。店は7時に引けるわ。 高野先生によろしくお伝えくださいませ。 일과를 마친 하루오. 문득 그녀 생각이 떠올라 에이코가 일한다는 미용실을 찾아갑니다. 하지만 그곳에서 그는 미용실 사장의 관심 대상이 되어버립니다. 俺を睨むからさ。感じ悪いやつだ。そうよ。嫌なやつ。まだ見てやる。君があの町からいなくなってみんな手噂してたよ。 고교 시절 남학생들 사이에서 인기가 많았던 에이코. 君が学校にいた頃からそういう噂があったからな。え？どんな？俺も悩んだもんだよ。君の肌が近づいたら。 嘘ばっかり。 과거 그녀를 동경했던 하루오는 짓궂은 농담을 건네며 은근히 속마음을 비춥니다. どっちが悪かったの？お父さんとお母さんと。どっちがどうだろうな。両方だ。一人で寂しくない？君だって同じだろ。 그날 밤 하루오는 에이코의 집까지 따라갑니다. 入り口閉めてくれない？どうぞ。嫌だわ。どうしたの？向かいの男の子は覗くのよ。いつもなの。浪人なの。2年もしてるんですって。前にも向こうの明かりを消して私が着替えてるの見てたのよ。俺たちも昔君を覗いていたよ。あら、いつ？いつも。嘘。嘘じゃないよ。いつも君を心の中で覗いていた。君を覗くことを思って男の子のやる悪い遊びにふけったもんさ。まあ嫌だわ。これか。いやこれだ。これよ。へえ。こんなだったの。うだったなこの頃は。 학창 시절 앨범을 함께 넘기며 추억을 이야기하는 두 사람. あ、君の下着を盗んで英雄になってさ。あれはデタラメよ。俺も匂い嗅いだよ。嘘。いい匂いだった。嘘よ。本当だよ。嘘。本当。 그리고 누가 먼저랄 것도 없이 서로의 욕망이 모습을 드러냅니다. 며칠 뒤 하루오는 어머니가 남긴 쪽지를 보고 그녀의 일터를 찾아갑니다. 何すんだよ。何時だと思ってるんだよ。もうお客が来てるんだよ。さっさと仕事しない。私ばっかりさせないで。これが済んだら手伝うからさ。
電気入れておくれよ。さあ立った立った 7년 전 가족을 버리고 떠났던 어머니 다츠코. おたずさん、なんだい。お客さんだよ。フィンランドの松買いな。 오랜만의 재회지만 두 사람 사이엔 어색한 공기만이 감돕니다. お金がいるんですか？そんなお金はあります。働いてますから。そんなお金なんて。じゃあはっきりさせましょう。あなたと僕は7年前に法律上の問題を除いては親子の関係ではなくなりました。そうですね。 다시 함께 살고 싶다는 어머니의 바람에도 하루오는 냉정히 거절합니다. 目の方は今朝になってようやく私の顔を見て笑ってくれるようになったんですけど、耳の方が 수술을 마치고 깨어난 어린 환자 가즈히코. 그러나 아이의 청각이 돌아오지 않습니다. お尋ねした 이상함을 느낀 아이의 어머니 시오미는 불안에 사로잡혀 하루오에게 묻습니다. 僕は専門医じゃありませんからはっきりしたことは言いませんけど、こういう手術の場合には視力と並行してということは必ずしもありません。聴覚の方はうまくいけば徐々に治るかもしれませんね。 하루오가 주제넘게 환자의 상태를 언급하자 미야지 교수는 그를 불러 심하게 질책합니다. 君がどんな能力のどんな人間かは知らんが、それ以前に医師としての根本的な考え方に誤りがあるのがわからないのか。は？無断欠勤ですから行き先はわかりません。 마음이 무거운 하루오. 에이코에게 전화를 걸지만 그녀는 무단 결근 중입니다. 君は宮地教授の助手か？ 다시 이어진 수업 시간. 그는 새로운 신약 메디아티온에 대한 강의를 듣습니다. 許可された農薬である。飲み込まなくても単なる付着による蓄積や目に見えざる外傷、あるいは粘膜などから浸透した場合、 피부에 닿을 경우 놀라울 정도의 강한 침투성이 있다는 교수의 말이 귓가에 남습니다. 付着した場合の作用はおそらく我々の想像以上だろう。驚くほどの強い浸透性があるに違いない。 다시 만난 에이코의 얼굴엔 커다란 멍이 자리 잡고 있습니다. あいつがやったのか？ 옷을 벗은 그녀의 몸 곳곳엔 폭행의 흔적이 남아 있습니다. 金を借りてんのよあいつに。あいつあなたと寝ただろってみたいになって責めるから寝たって言ってやったの。 미용실 사장에게 돈을 빌린 뒤 괴롭힘을 당해온 사실을 털어놓는 에이코. あいつ店が終わるとまたやってきて私を引きずり出してまた責めるのよ。あいつを殺してやる。俺が殺してやる。私がやってやる。 그녀의 분노에 동조하는 하루오. 그는 그녀를 위해 실험실에 잠입해 메디아티온을 훔쳐냅니다. これは今病院で俺たちが研究してる薬だ。これがどういうふうに効くのかまだ誰も知らない。これをマヌキアの瓶に混ぜるんだ。 두 사람은 함께 약의 사용법을 익히며 치밀한 살인 계획을 세웁니다. 薬は相手を選ばないからな。俺を留守だっつって追い返せ。誰？いいから追い返せ。私がお母さんの代わりになってあげる。さあ、いらっしゃい。 그리고 그렇게 두 사람의 계획은 실행됩니다. マスター、久しぶりにマニキュアしましょうか。今ちょうど空いてますし。そうだな、してもらおうか。支度してきます。
お母さん、他の男の人と貫通したの。春雄さんそれ見てしまったのよ。それが7年前よ。 형제들과 함께 어머니를 다시 만나는 하루오. 그 자리에서 다시 한번 냉정하게 모자 관계를 정리합니다. あなたの手紙をさっき拝見しました。僕と一緒に暮らしたいという希望のようですが。いえ、私は何も今すぐっていうことじゃなくて、みんなの前ではっきり言っておきます。僕の意思は将来も変わることがないと思います。とうとう今日やったわ。あいつにあの薬を塗ってやったわ。あいつ何も知らずに気持ちよさそうに眠ってたわ。 다음 날 宮地先生嘘おっしゃってるんでしょうか。 가지입구의 병실에 들른 하루오는 미야지 교수의 퇴원 결정이 내려진 걸 뒤늦게 알게 됩니다. 청각을 잃은 아들을 보며 불안에 휩싸이는 시오미. なんだまだ支度してないのか。退院する前に母親に真実を言ってください。 하루오는 미야지 교수를 찾아가 환자의 상태에 대해 캐묻지만 교수는 협박하듯 그를 다그칩니다. 며칠 후 미용실 사장은 독에 중독되어 병원 응급실로 실려오고 하지만 A코는 마치 축하할 일이라도 생긴 듯 기쁜 표정으로 그를 맞이합니다. お母さんも賛成してくれたわ。いつやったんだ。あなたに黙ってて悪かったけど、私たちあれから3度ばかり会ったわ。お母さん3人で一緒に住みたいって言ってたわよ。今まで苦労してきてあんなところで働かしといちゃ気の毒よ。 그 순간 하루오의 마음속엔 불안과 혐오가 뒤섞입니다. 그때 걸려온 전화는 亡くなった。 미용실 사장의 사망 소식을 전합니다. 残りの薬どうした。私の部屋に置いてあるわ。すぐにでも捨てんだな。分かったわ、捨てるわ。 때마침 시오미가 찾아오고 どなたですか。塩見と申します。夜分失礼ですが、先生おいでになりますでしょうか。急に様子がおかしくなりまして、あの子気が違ったんでしょうか。今日が私たちにとってどんな日か忘れたの。帰りは遅くなるから鍵はいつも通りに置いといてくれ。行かないで。 하루오는 A코를 남겨둔 채 시오미를 따라 나섭니다. やっぱりこの子気が狂ってしまったんですわ。奥さんそうじゃありませんよ。 시오미는 퇴원 후 정신까지 이상해져가는 아들을 돌보며 절망 속에 빠져 있습니다. あんた誰だ。あなた。 그러나 남편은 아들을 걱정하기보다 오히려 아내를 의심하기 시작합니다. また君か。帰れよ。あなた。 A코와의 관계를 끊기 위해 하루오는 몰래 이사를 갑니다. 시오미를 찾아가던 길 그는 우연히 가치입구를 위험에서 구해냅니다. あのことを考えてみたい。あのことって何？ハルさんと私とである男を殺した。 이 사실을 알게 된 시오미의 남편은 오히려 아내와 하루오의 관계를 더욱 의심합니다. あいつと寝込んだろ。言ってみろ。 あの人と寝ました。あの人を愛してます。 시오미는 결국 아들을 데리고 집을 떠납니다.
죄책감에 짓눌린 하루오는 자신의 행위가 더 이상 돌이킬 수 없는 범죄임을 깨닫습니다. 僕は人を殺しました。殺人者なんです。許してもらえるでしょうか。それはあなたの心の中の神が決めることです。 하루오를 찾아온 에이코는 집요하게 그를 몰아붙이며 협박합니다. 言っとくけどあんた私から逃げられないわよ。いまだに7年前の出来事にこだわってお母さんがあんなに落ちぶれたってまだそれを憎んでさ、それで気がとがめるもんだからあの女や子供に何の役にも立たない親切として一人で感動してるんじゃないの。そのくせあなたは誰よりもお母さんに可愛がってもらいたいのよ。あなたが憎いわ。あの時のマスターと同じようにあなたが憎いわ。 英子さんからみんな聞きましたよ。 두 사람의 관계가 소원해진 사이 하루와의 어머니 다츠코는 에이코에게 접근해 그녀와 가까워집니다. あなたが英子さんと2人で人を殺したっていうこと。 그리고 에이코에게 들은 이야기를 빌미로 아들을 압박하기 시작합니다. 書き置きを残して自殺するとか。菊江さんとかって女の人のことひどく恨んでましたよ。お母さん。 あなたは長いこと待ってたのよ。ほらこんなごちそう買って。英子さん、よかったらあれ見せてくれない？何これ？私の遺書。遺書？そう。私が死んだらそれを警察が読むの。そしたら春夫さんはもうどこにも逃げられないわ。 それにそれと同じやつをあの菊江って女にも速達で送ってやったわ。あんたそんなことしたらあの女が警察なんかに行けるもんですか。 하루에게 버림받고 앙심을 품게 된 에이코는 두 사람의 범죄를 고백하는 유서를 써서 시오미에게 보냅니다. 菊さん来てください。これ違うんだよ。俺のやったことは違うんだ。俺はダメです。もうダメですわ。私には分かってるんです。和彦が治るわけはないんです。私が和彦を殺したんです。私たちが間違ってたんです。罰が当たったんです。 이렇게 하루오와 시오미의 관계는 끊어지고 모든 것이 허무하게 무너져 내립니다. 和彦は私たちのこと見てたんです。もうすっかり済みましたよ。 하루오를 찾아온 다츠코. 그녀는 태연히 자신의 범행을 털어놓습니다. あの人は死にましたよ。さっき。英子さんですよ。私が殺したんですよ。あなたの薬を使って。 하루오는 충격 속에 자신은 결국 어머니의 소나기에서 벗어날 수 없음을 깨닫게 됩니다. 結局あの人には誰にも打ち明ける人がいなかったのね。寂しかったのよ。なぜですか？なぜってお前あのままで済むことじゃないでしょ。私がそれを黙って見てるわけにはいかないわ。だって私はあなたの 살아있지만 감정은 이미 돌처럼 식어버려 아무것도 느끼지 못하는 인간들의 숲. 1973년작 화석의 숲이었습니다. 1956년 23살의 나이에 태양의 계절로 아쿠다카와상을 받은 이시하라 신타로의 동명소설을 원작으로 오시마 나기사, 요시다 기주 감독과 함께 쇼치쿠 누벨바그라고 불렸던 일본의 거장 시노다 마사히로가 연출한 작품 화석의 숲은 급격한 경제 성장 속에서 감정이 마비되고 윤리가 붕괴되어 가던 시대의 젊은이들이 서서히 화석화되어 가던 모습을 냉정하게 비춘 수작으로 평가받고 있습니다.
시청해 주셔서 감사합니다. 변두리였습니다. 나니